相鉄線の瀬谷駅からスタートです。今回は米軍の旧上瀬谷通信施設を突っ切る海軍道路をウォーキングします。直線で約 3km です。もともとは旧日本海軍横須賀海軍資材集結所として倉庫施設でした。戦後に米軍に接収されてアメリカ国家安全保障局 NSA の電波受信の施設になります。航空写真で見ると辺りの開発から抜け落ちてぽっかりと緑が広がっています。東京ディズニーランドと C を足した面積よりも広いようです。ここの再開発が始まっています。まず2027年に花博が開かれます。花博後は2031年開業の上瀬谷パークとして次世代型テーマパークになるようです。こんなに交通の便が悪いところにテーマパークを作って集客できるのでしょうか。かなり無謀に思えます。実際に歩いて確かめてみましょう。この直線道路には日本軍時代には引き込み線が引かれていました。当時でさえ輸送に距離があったのですから、見込まれる大量の人員をさばくのは大変でしょう。新交通システムも計画しているようですが、逆にたった 3km で採算が取れるのでしょうか。乗り物の順番待ちで大変なことになるのが見えています。金儲けをしたい人たちがたくさんいるのでしょうね。田畑のゾーンに入ってきました。作れられるテーマパークにカジノでも作ってくれればまた違ったことでしょうに。2031年だと大阪のカジノはすでにできています。関東にはカジノがない状態なので、ここにテーマパークを作る際は先のカジノオープンに向けて準備しておいてほしいです。横浜市は左翼の反対で港湾施設側もここの地域もカジノが一旦没になっています。カジノに反対するならパチンコも競馬も全てのギャンブルに反対しろ。ただ反対する材料を探している人たちに利用されてしまっています。ひたすら似たような景色が続きます。この辺りが発展すれば地主はボロ儲けで笑いが止まらないですね。先祖様様です。広大な用地に出ました。ここから工事現場に入ります。かつてはここに立派な桜並木がありました。現在では老朽化して最盛期600本あったものが半減しています。残った桜も老朽化でボロボロです。計画的に植林維持をしてこなかった報いですね。一旦一斉に伐採してきれいに植え直すという案があるそうですが、市民が反対しているようです。桜は成長が早いから数年我慢すればもっと良い景色になるのに、今しか考えられないのが市民様です。この広大な未開発区域、東名の横浜町田インターはすぐ近くにあります。車での移動は並程度でしょう。だが最寄りの小さい駅から徒歩数キロメートルという立地、ディズニーランドみたいに駅そばというわけではない。一応新交通システムの新駅構想もあるようだが、売りがない普通のテーマパークだと厳しそう。成功させたいならやはりカジノを作らないと。
広いな。この道はジョギングとかサイクリングに向いているようで向いていない。信号だらけで走りにくそう。工事現場を覗いてみようか。広大な空き地です。これでも横浜市なんだぜ。デベロッパーからしたら美味しい場所。桜の形が非常に悪い。現場チェック。2015年に米軍から返還されたからだいたい10年経過しています。米軍は日本本土からとっとと出て行ってほしい。日本も米軍に守られるのではなく自国で防衛しないと。単独で中ロ韓国北朝鮮と戦える軍に再軍備してほしい。戦前の日本が当たり前にしてきたのだから当然のこと。直線道路を歩いていて絵代わりが薄い。この外来種のツタが各地で猛威を振るっています。この地域もすでに手遅れのようですね。この下の植物は光が届かなくなり弱っていき、ツタだけになっていきます。
現代のナウシカで出てきた不快の森のよう。焼き払うにも手遅れですね。ボロボロになった桜並木の老廃地が続きます。道路丸ごとリニューアルした方がいい。現在2024年、2027年、2031年とどう生まれ変わっていくか楽しみです。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録といいねをお願いします。